こんにちは。庭には埴輪チャンネルです。また雪が積もりました。猫ちゃんの足跡のようです。屋外では何も育てられないので、レタスの水耕栽培にチャレンジしてみることにします。レタスの種を植えていきます。準備するのはスポンジと、これは100均で買ったいい感じのケース、そして今回主役のレタスの種、あと種が細かいのでピンセット。まずスポンジをケースに入れます。柔らかい方を上にしてここに種を植えます。水をかけて濡らしていきます。最初はかなりの水分を吸います。そのままではなかなか染み込まないので、ギュギュッと押してあげます。ひたひたにするのはなかなか難しいですが、ある程度染み込めば OK だと思います。こちら今回主役の種、まずは左側の坂田の種さんガーデンレタスミックス。発芽率は 85% 以上と心強いです。中から白や黒の細長い種が出てきます。右側の種は横浜植木さんのレタスミックス。発芽率 80% 以上、巻き時期は一年中とあります。パッと見大きな違いは分かりません。レタスの種は100円ショップなどでも簡単に入手できると思います。とても粒が細かいのですが、よく観察してみると種にはちょっと太い方と逆に細い方があります。細い方から根が出て、太い方から双葉が出ます。そのため以前スポンジの上にバラバラに種をまいたところ、根に押されひっくり返る種が続出しました。そこで今回は細い方を下にスポンジに刺してみることにしました。ただしレタス類の種子というのは好光性種子と呼ばれ、発芽するのに光が必要な種類になります。そのため種はスポンジの奥まで刺さず、光が届くような状態にしてあげます。ここで1つ目のポイント。ポイントその1、レタス、バジル、セリなど好光性種子は種の上に土をかぶせると発芽しない種類。水菜、からし菜、小松菜、ほうれん草などの健康性種子は逆に種がむき出しだと発芽しない種類だそうです。ここに挙げていない植物も何かの植物かを調べるとどちらの分類かわかるのではないかと思います。種をまいてから1週間が経ちました。水を含んだ種たちが発芽してきました。半分くらいは双葉を出していると思います。さらに 2,3 週間後です。だいぶ青々としてきました。双葉の上に本葉が出ています。
それぞれの色や形の本葉が出てくるとレタスミックスらしくなってきましたね。少し底を覗いてみるとそこまでしっかりと根が張っています。こちらは一緒に植えているバジルです。レタスはそろそろ植え替えが必要になります。レタスをもっと成長させるために最初より一回り大きい容器に植え替えをします。植え替えの目的としては根が成長するスペースを確保すること、ハイドロボールを使ったりしてスポンジを浮かせて空間を作ります。必要なスペースはというと、双葉が出てきて本葉が出てくる頃、根はそこまで到達してしまいます。そこで植え替えをして同じくらいの空間を確保すると根がぐんぐん伸びて本葉もどんどん成長してくれます。植え替えに使う材料はハイドロボールを使う方法と100均グッズを使う方法があります。ハイドロボールに植える方法ではミリオン計算円白土も入れておくととても水はけが良くなるそうです。最初にスポンジと同じ程度の厚み分のハイドロボールを敷き、周りも少し埋めてあげると安定します。一方100均グッズを使う方法では猫よけマットを切って使います。スポンジの下の空間を作れれば何でもいいのですが、これをハサミで切っておくと大きさがとてもちょうど良いです。1、2どちらの植え方の場合も水やりは容器の下半分を目安に根腐れしないように管理をします。また1週間に1度程度水耕栽培用の肥料をあげます。ここでまとめると、ポイントその2、本葉が出てきたら根が伸びるように大きな容器に植え替える。また1週間に1度程度水耕栽培に使える液肥を溶かした水をあげる。5、6週間がさらに経ちました。かなり成長しました。水耕栽培でもしっかりと育っています。本葉はかなり大きくなっていて、中から新しい葉っぱも出てきています。あんなに同じような種だったのに、葉っぱの個性がそれぞれ爆発していますね。中の新しい葉に太陽を当てるためにも大きな葉を収穫していこうと思います。真ん中の成長点、芯の部分は切らないように気をつけて収穫をします。ここまで大きな葉に成長しなくてもベビーリーフとして少しずつ収穫してサラダに混ぜて食べるのも良いです。単体のサラダとしては少ないかもしれないですが、成長に合わせて持続可能に少しずつ食べていく楽しみがあります。今回は満を持しての収穫だったので余裕で2人分くらいのサラダにはなりそうです。さて、今まで見てきたような方法でいろいろな植物に応用ができそうです。少しマイナーチェンジはいるのですが、小松菜の仲間、アブラナ科であるビタミン菜というお野菜も
水耕栽培でこのように育てることができました。外側の葉から1枚ずつ収穫すると長い期間育てることができます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。